さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。27回目の今回は、日本代表やメジャーで、捕手として活躍した選手の解説になるよ。その選手とは、城島健司選手だよ。ウプ主的には阪神にいた時のイメージが強い選手、早速解説始めていくよ。城島健司、1976年6月8日生まれ、長崎県佐世保市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は釣り関係の TV 番組に出演したほか、タレントとしても活動した後、2020年より、福岡ソフトバンクホークス、球団会長付き特別アドバイザーに就任しているよ。4歳の時、読売ジャイアンツの王貞治が、引退試合で挨拶している VTR を見て、プロ野球選手に憧れ、小学4年の時に少年野球チームに入って捕手を務めたよ。中学3年の時に、プロ OB による野球教室で王に褒められ、また冗談半分ながら、巨人入りを勧められたことで、巨人へ入団したい気持ちが高まったそうだよ。別府大学附属高等学校では、強肩を見込まれ捕手に指名されたよ。この時から、自分は捕手をやるために生まれた。それが宿命と、考えるようになり、これまでにない、打って守って走れる捕手、を目指す決意を固めたそうだよ。高校では1年生時から4番を打ち、高校通算70本塁打を記録したが、甲子園への出場はならなかったよ。城島は巨人入りを見据えて、東都大学リーグで力をつけることに決め、いち早く獲得に動いた駒沢大学への推薦入学を取り付けてプロ入り拒否を表明。しかし、それ以前にはプロ入りを希望していたことや、巨人、西武ライオンズ、福岡大英ホークスの3球団を志望しているものの、逆指名できない高校生であることから、本心は進学ではなく、プロ入りだと呼んだ大英の根本代表取締役専務は、当時、ドラフト会議の前日である、1994年11月17日に行われた12球団スカウト会議の中で、1位での強行指名を宣言。アマ9回との摩擦を恐れたコミッショナー事務局が警告したものの、大英は宣言通り1位指名。城島本人も、憧れの王貞治が大英の次期監督に内定していることを知り、1994年11月22日に、監督に就任した王から要請されたことで大英入りを決めたよ。ただ、この件をきっかけに、プロ入り拒否の選手はドラフト会議で、指名できないルールが定められたよ。入団当初、打撃においては非凡さを見せていたが、ワンバウンドの投球を補給することができず体が投球から逃げ、ほとんどが暴投もしくはホイツになる状態であるなど、捕手としての評価は低かったよ。入団当時バッテリーコーチを務めていた達川光夫をはじめ、野村克也や森からも、キャッチャーに向いていないという声が上がったそうだよ。周囲も捕手にこだわる必要性を感じておらず、一時は監督も内野手にコンバートする意向を示し、後に実際に一軍の公式戦で一塁を守ることもあったよ。1995年は首脳陣の方針により2軍スタートだったが、5月31日のオリックス戦で、代打として一軍初出場。7月休暇の千葉ロッテでは、ヒルマンからプロ初安打を放ち、同時にプロ初打点も挙げたよ。7月14日のオリックス戦では、8番捕手としてプロ初スタメンを果たしたよ。一方、本塁打は1本も打てず、2軍のウエスタンリーグでも1本だけだったよ。1996年は開幕から2軍で英才教育を受け、8月24日に25本目の本塁打を放って、ウエスタンリーグ新記録を達成。9月3日に1軍昇格し、翌年以降を睨んで残り試合のほぼ全てでスタメン起用されたよ。9月10日の近鉄バファローズ戦では、久保から1軍初本塁打を記録。オフには吉武らと共に、ハワイウィンターリーグに派遣されたよ。1997年開幕より1軍に定着。オールスターゲームファン投票では、戦後生まれでは最年少となる21歳45日で、捕手部門1位に選出されたよ。同年は打率3割8厘を記録、21歳での捕手3割打者としては、1944年の坂田の20歳に次ぐ年少記録だったよ。工藤、武田の左右エース投手、バッテリーコーチの若菜の講師どもの支え、ロッテから移籍した、ベテランの田村の教えもあり、以後不動の正捕手となったよ。工藤と武田に教えを仰ごうと、遠征中の宿舎で深夜に、就寝している二里の部屋に押しかけたこともあったそうだよ。特に工藤からは、試合中の配球についてたびたびマウンド上で問い詰められたり、イニング交代中のベンチ前で説教されるなど、徹底した指導を受け、後に、あれがあるから今の自分があるという気がする。工藤さんには本当にいろんなことを教えてもらった、と述べているよ。これに対して工藤は、僕が育てたんじゃなくて彼が自分で育った。どれだけ厳しく叱っても食らいついてくる、強靭な精神力が彼にはありましたと語っているよ。1998年は前年の活躍もあってか、徹底的にマークされ、100安打を打てず打率2割5分1厘と低迷した。
だが、チームは長年続いた不振を脱して、南海から大英上と50年目で初となる A クラス入りを果たし、3位となったよ。1999年4月30日、城島の大英入りに大きな影響を与えた、球団社長の根本が死去。城島は根本への恩返しとして日本一になることを誓ったよ。初の全試合出場を果たし、リーグ3位の打率3割6厘を記録するなど、球団初のリーグ優勝、日本シリーズ優勝に大きく貢献し、リーグ優勝が決定した瞬間には号泣したよ。この年、工藤は城島に対し、今年1年間お前が出すサインには一切首を振らないから、自信を持ってサインを出せ、と言っていたそうだよ。この年、工藤と城島のバッテリーで、最優秀バッテリー賞を受賞したが、会見の席で工藤から、まだまだ下手と一蹴され、それに対して城島は、来年も工藤さんとこの賞が取れると信じてますけど、どうやら工藤さんにその気がないみたいなので、来年は別の人と取りたいと答え、場内の笑いを誘ったよ。その工藤はシーズン終了後、FA で巨人へ移籍したよ。2000年は試合中の右手の骨折により、84試合の出場にとどまったが、チームはリーグ2連覇を果たし日本シリーズに出場。日本一は逃したが、シリーズタイ記録となる、20世紀最後の本塁打となる4本塁打を放つなど活躍し、同シリーズ関東賞を受賞したよ。2001年は4月13日のオリックス戦の9回に、史上15人目で17度目の1イニングに本塁打を記録。この試合では6回にも本塁打を打っており、グリーンスタジアム神戸での、1試合3本塁打は史上4人目であったよ。シーズン通算の打率は、リーグ28位の2割5分8厘と低迷したが、本塁打は自身初の30本超えとなる31本塁打を記録。保守の30本以上は史上5人目であったよ。この年は国母がリーグ4位の44本塁打、松中がリーグ6位の36本塁打、井口がリーグ12位の30本塁打を記録し、30本塁打を放った打者が、同一チームに4人というパリーグ初の記録になったよ。また、4人全員が日本人選手だったのはプロ野球史上初だったよ。2002年、シーズン途中に守備についている際に、打球を鎖骨に受け骨折。城島の故障の穴埋めのため、日本ハムから移籍してきた田口が加入。また、福岡放送の夢空間スポーツでは、城島がゴルフ好きであることから、骨折した鎖骨を固定していたチタンボルトを、パターの一部にして城島にプレゼントしたよ。本塁打はリーグ12位の25本を記録。打率もリーグ10位の2割9分3厘で、3年ぶりにリーグトップ10に返り咲いたよ。2003年には、地味なキャッチャーの時代は終わりました。子供たちに夢を与えるスーパーキャッチャー2003年には、地味なキャッチャーの時代は終わりました。子供たちに夢を与えるスーパーキャッチャーになりたいと、抱負を語り、自主トレーニングの際には、3割、30本塁打、30盗塁、100打点を公言したよ。4番の国母が開幕前に怪我で離脱し、この年の開幕戦は松中が4番、城島が5番を務めたよ。それからシーズン終了までほぼ城島が5番に座ったが、一時期は4番を務めることもあったよ。リーグ6位の打率3割3分、リーグ3位の34本塁打、リーグ2位の119打点を記録。特に打点は、最終戦で松中に逆転を許すまではリーグ1位だったよ。松中、井口、バルデスと共にプロ野球史上初の、同一チームで100打点打者が4人という記録を作り、チームの3年ぶりのリーグ優勝に貢献するとともに、MVP にも選出されたよ。7月27日のオリックス戦では、扇と並ぶリーグタイ記録となる、1試合6安打を記録したよ。日本シリーズでは、後に移籍することになる阪神タイガースと対戦。2000年の日本シリーズに続き、長島以来史上2人目となる、シリーズ2度目の4本塁打を放ち、チームの日本一に大きく貢献したよ。この年放った34本塁打は全て右投手から打ったもので、シーズン中は左投手から1本も打てなかったが、4本塁打を放った日本シリーズでは第1戦に以下は、第7戦にムーアから打ったよ。これについては、当時のパリーグには一流の左投手と呼べる存在がおらず、レギュラーシーズン中は、対右投手用の打撃練習を徹底しておいて、シリーズ前になってから当時のセリーグを代表する左投手である、阪神の井川、ムーア、下柳、ウィリアムス、吉野らとの対戦を睨んで、対左の打撃に集中していたことを、ゲットスポーツなどの取材で明らかにしているよ。シーズン終了後には、アテネオリンピックのアジア予選に出場し、日本代表の4番を務めたよ。2004年6月1日に通算1000本安打を達成。出場939試合目での達成は、保守では1952年の土井垣に並ぶ最速記録となったよ。夏にはアテネオリンピックの本戦に日本代表として出場し、4番打者、正捕手として活躍。チームは銅メダルを獲得したよ。また、8月27日にアテネから帰国した成田空港から、タクシーで直接西武ドームに向かい、代打で出場したがレフトフライに終わったよ。
最終的に、保守シーズン打率パリーグ新記録となる、3割3分8厘を記録。オリンピック前までは打撃3部門全てにおいて、松中と熾烈なタイトル争いをしていたが、オリンピックによる離脱もあり、タイトル獲得はならなかったよ。チームはレギュラーシーズンを1位で突破し、西武とのプレーオフに出場。最終戦に松坂から先制本塁打を放ったが、チームは敗れ、リーグ優勝を逃したよ。チーム名が、福岡ソフトバンクホークスへ変わった2005年には、6月4日に通算200本塁打を達成。しかし7月中旬に右肩痛を訴え離脱。その後8月28日にスタメン復帰したが、9月22日のロッテ戦で自打球を左すねに当て、全治2ヶ月の骨折を負い、残りの試合には出場できなかったよ。プレーオフに敗退した際、ベンチで泣き崩れる的場に対し、胴上げをよく見てその悔しさを心に留めておけ、と言葉をかけたそうだよ。この年、怪我に苦しみながらも通算4000打数を達成。この時点での通算打率2割9分9厘は保守としてプロ野球歴代1位となったよ。そしてオフには、アラン・ニーロー代理人とし FA 権を行使したよ。2005年11月22日に、3年1650万ドルで、シアトルマリナーズと契約を結んだよ。2006年、4月参加のエンゼルスとの開幕戦に、7番捕手として初出場し、日本人捕手として史上初の MLB 選手となったよ。バートロコロンから第2打席に、メジャー初安打を本塁打で記録。デビュー戦での本塁打は松井稼頭央に続き、日本人史上2人目となったよ。続く4日のエンゼルス戦では、チームでは1984年のデイビス以来となる、デビュー戦から2試合連続本塁打を記録したよ。9月15日のロイヤルズ戦から打順は3番に定着。19日のレンジャーズ戦では、日本人メジャーリーガーの1年目としては、松井秀喜を上回り最多となる17号本塁打。25日のホワイトソックス戦では、マリナーズの捕手としては最多記録と並ぶ18号本塁打を記録。シーズン最終戦となる10月1日のレンジャーズ戦では、最終打席で1962年のロジャースの、ア・リーグ新人捕手シーズン最多安打記録146を、44年ぶりに更新する安打を放ったよ。最終的に新人の日本人選手としては、2001年のイチローに次いで、2位となる打率2割9分1厘、同最多かつ1996年のウィルソンと並び、新人での球団史上最多となる18本塁打、76打点を残したよ。新人野手としては、リーグの本塁打と打点部門でトップの成績だったが、新人王争いの投票では投手3人に続く4位に終わったよ。オフには城島の苦悩を書いたエピソードが、テレビ放送や新聞の連載で紹介されたが、これまでと違う言語で、新しい投手たちとコミュニケーションを図ることに努力しながら、これだけの打撃成績を収めたのは我々の脳裏に強く焼き付いたという、USA プデイ紙をはじめ、数々のメディアで称賛されたよ。2007年は135試合に出場し、打率2割8分7厘、14本塁打、61打点、守備率と盗塁阻止率では両リーグトップを記録したが、保守防御率は両リーグワースト2位であったため、高い盗塁阻止率にもかかわらず守備防御点はマイナス7だったよ。7月参加のロイヤルズ戦では、右手甲に打球を受け負傷したが、2000年に骨折した際に埋め込まれていた、金属プレートのおかげで、再度の骨折を回避できたよ。オフには CBS スポーツの保守ランキングでは、ポサダ、マルティネス、マーティン、マウアーに次ぐ5位に入ったよ。2008年はスプリングトレーニングで、18試合の出場で打率3割2分1厘、2本塁打と、例年以上の好成績を残し、4月25日には、3年2400万ドルで契約を延長したよ。しかし、前半戦を打率2割1分3厘、と打撃不振に陥ったことに加え、投手陣がバークに信頼を置き始め、首脳陣も当時有望株だったクレメントのテストを始めたこともあり、一塁手へのコンバートも噂されたよ。8月10日に、レギュラーを剥奪されたことが報道されたが、9月はクレメントが膝の手術でシーズンを終えたため、再びレギュラーとして起用されたよ。最終的に112試合に出場し、自己最低となる打率2割2分7厘、7本塁打、39打点に終わり、翌年から3年総額26億円の高額な契約を結んでいたこともあって、ESPN の選ぶ、ア・リーグの最も価値の低かった選手に選出されたよ。2009年は開幕前の3月に開催された、第2回 WBC の日本代表に選出されたよ。同大会では全試合にスタメン出場し、9試合で30打数10安打、1本塁打、4打点、1盗塁、4得点で日本の2大会連続2度目の優勝に貢献したよ。シーズンでは正捕手としてスタートしたが、4月16日に右太もも裏の肉離れで、15日間の故障者リスト入り、5月26日に左足親指骨折で、2度目の故障者リスト入りするなど序盤は怪我に見舞われたよ。
また城島が不在の間に、新人のジョンソンが投手陣の信頼を集め、城島の復帰後もフェルナンデス、ウォッシュバーン、ベダードの先発3本柱はジョンソンと組んだため、出場機会が激減。後にウォッシュバーンは移籍、ベダードは怪我で離脱したが、3本柱の先発した65試合のうち、城島がマスクを被ったのは序盤の10試合のみだったよ。打撃は2008年よりやや持ち直し、71試合の出場ながら打率2割4分7厘、9本塁打、22打点。本塁打率では、メジャーに来てから自己最高の数字を残したよ。走者なし場合の打率2割9分に対し、走者を置いた状況下では、打率1割8分8厘と大きく数字を落としたよ。エースのヘルナンデスは、城島とバッテリーを組んだ試合では1勝3敗、防御率 7.22 だったが、城島以外の捕手と組んだ試合では18勝2敗、防御率 1.81 という好成績を残したよ。オフの10月19日には、マリナーズとの残り2年間の契約を破棄し、日本球界に復帰する意向であることが発表されたよ。阪神が獲得に動き、やや遅れて古巣のソフトバンクも獲得の意向を示したが、27日の阪神との2度目の交渉で、入団の意思を表明したよ。この時阪神が城島の獲得に至った経緯として、前年までの正捕手の矢野がこの年故障で長く欠場し、代わって正捕手格となった狩野も、送球面などの不安を抱えていたこと、また右打ちの強打者がチームに少なかったことがあり、城島はいずれの補強ポイントにも合致していたよ。城島自身はこれ以前に、夢空間スポーツの、自身のコーナーにて、バリバリの状態で福岡に戻りたい、今の自分があるのはホークスのおかげであり、ユニフォームを脱ぐときは、福岡でホークスのユニフォームを脱ぎたいと語っており、ソフトバンク球団側も背番号2を欠番にし、城島のマリナーズ退団情報を9月中旬に掴んでいたが、この年に26本塁打を放ち飛躍した田上の存在や、城島自身の年俸の高騰などのため最終的には獲得を見送り、この後球団は背番号2を、この年のドラフト会議で1位指名した、城島にとっては高校の後輩にあたる今宮に与えたよ。2009年11月13日に阪神が入団を発表。年俸4億円プラス出来高払いの4年契約で、背番号は2となったよ。2010年3月26日の横浜戦で、決勝タイムリーヒットを放ち、長崎県佐世保から来ました城島ですと、ヒーローインタビューで話したよ。翌27日の同球場、同カードにおいては、延長11回にサヨナラホームランを打ち、ヘッドスライディングでホームインしてみせたよ。10月5日のヤクルト戦では、シーズン165安打目を放ち、1997年に古田が記録した164安打を抜いて、保守のセリーグ最多安打記録を更新したよ。これにより、城島はセパ両リーグの、保守最多安打記録保持者となったよ。また、ゴールデングラブ賞を受賞し、保守として史上初のセパ両リーグでの受賞となったよ。しかし、この年の終盤に左膝半月板を負傷していたことが判明し、11月9日に手術を受けたよ。そのリハビリ中には、後輩の原口から質問攻めにされていたそうだよ。2011年は左膝の負傷が判明した際の、全治6ヶ月という診断を覆して、予定よりも早く実戦に復帰し、また3月11日に発生した、東日本大震災の影響で開幕日が順延されたこともあって、開幕戦出場を果たしたよ。しかし、膝を保護するために試合で着用していたパッドが原因で、左膝に反痕が生じ、これによって膝の可動域が広がらなくなった影響で、38試合出場時点で打率1割8分9厘5本塁打、13打点と打撃不振に陥り、守備面でも、ショートバウンドの補給に支障をきたすようになったよ。膝が万全でないことで、右肘の靭帯損傷や腰痛も併発し、6月10日に出場選手登録を抹消されたよ。その後、8月16日に左膝のクリーニング手術を受けたため、一軍に復帰することなくシーズンを終えたよ。2012年は内野手として出場したが、5月上旬に左座骨神経痛のため、出場選手登録を抹消され、腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けたよ。8月には、リハビリ出場していた2軍戦で左膝裏の肉離れを起こしたよ。9月には2軍戦に復帰したものの、保守に戻るのは絶望的となり、保守のまま現役を全うしたいという希望から、1年残っていた契約を破棄し、同年限りで引退することを9月28日に表明。引退を王に報告した際、現役は1回しかできないのだから、他のポジションで頑張ってはどうか、と言われたが、城島の決意は変わらなかったよ。監督の和田豊から、9月29日の1軍の広島戦を引退試合として、出場を打診されたが、これを誇示し、同日のウエスタンリーグにおけるオリックス戦が引退試合となったよ。3番捕手として先発出場し、初回ノーアウト1塁2塁の場面で、センター前ヒットを放ったよ。
直後に代走を送られて退くと、試合中にもかかわらず藤川の温度で、胴上げされたよ。そして10月18日に任意引退が公示されたよ。日米通算2000安打まで、残り163本での現役引退となったよ。引退後は球界から距離を置き、趣味である釣り関連の番組を中心に、タレントとして活動。2013年1月に、RKB 毎日放送の特番として放送され、同年4月21日から、レギュラー番組に昇格した自身の看番組、城島健二の J 的な釣りテレビに出演。また同年3月より、月1回ペースで放送されるテレビ長崎のゴルフ番組、城島健二と金谷太一郎のモアゴルにも出演しているよ。野球関連では、2013年9月28日に福岡ヤフオクドームで行われた、斉藤和美の引退記念セレモニーに、ソフトバンクのユニフォーム姿で登場し、斉藤の投球を星として受けたほか、2018年3月10日に、サンマリンスタジアム宮崎で行われた、ジャイアンツ対ホークス OB 戦に、大英のユニフォームで出場し、19年ぶりに工藤とバッテリーを組んだよ。そして2019年12月20日に、福岡市内のホテルで、ソフトバンク球団会長付け、特別アドバイザー就任の記者会見を行ったよ。契約は2020年1月より1年間だそうだよ。そしてここからは、城島選手のエピソードを紹介していくよ。幼少の頃から父親とよく釣りに行っており、成人した現在でも海釣り好きであり、現役時代からシーズン中も、暇を見つけては釣りに出かけるほどで、釣り関連でのエピソードも数多いよ。地元紙の長崎新聞の釣りコーナーや、釣り雑誌に、ホークスの城島選手ではなく、佐世保市の城島さんとして掲載されたよ。福岡ローカルのテレビ局で、城島の釣りがメインテーマの、正月特番が放送されたことがあるほか、他にもフィッシングライフなど、多くの釣り番組への出演経験があるよ。また、マリンレジャーに関心が高いことから、日本水難救済会による、青い羽募金のアドバイザーに2009年度から就任したよ。2011年には福岡市の釣り具メーカー、アウラの商品カタログにも登場したよ。長崎県の五島列島などを管轄している、マルギン釣りセンターの釣り大会で優勝しているなど、釣り人としての評価も高いよ。大英で監督として使えた王のことを、一番ユニフォーム姿が似合って、かっこいい人。野球をしている時の目の輝きが違うし、あの年になってもあれだけ野球を好きでいられることはすごい。敬遠の時、ボールの動きと一緒に監督も飛び上がっていたくらいですから、と語っているよ。高校3年在学時に、三段の腕前である書道で、好きな言葉を書くことになった際に、迷わず王の一文字を書いたそうだよ。若手の時代には、王から厳しい指導も受け、王も相手が誰であろうと、ズバズバ物事を話せる城島を将来の監督として、高く評価していたとされるよ。2009年オフに、阪神に入団した原口文人からは生きた教材となり、リハビリ中だった翌2010年オフは、原口から質問攻めにされ、城島自身の地元長崎での自主トレにも同行。球界と距離を置いていた際でも、連絡を取り合っており、その原口が育成選手から支配下登録選手に昇格して、即日一軍昇格をも果たした際には、連絡をもらっていたそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。思ってた以上に時間が長くなったけど、これは野村選手に次ぐ長さかもしれないね。編集してみての感想は、保守としてメジャーに行った唯一の選手として、異国の地で文化の異なる選手たちをリードする、英語が苦手なウプ主からしたらすごいことだと思ったよ。また保守としてかなりのこだわりを持っていて、自身の怪我が原因で、保守ができなければ現役を退くストイックさ、これが保守としてここまでの成績を残したんだと思ったよ。それに自身を成長させるために、周囲の選手から質問攻めなど、学ぶべき選手が多くいたことも好成績を残した要因だと思ったよ。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。